ここの県はうん。来ないんじゃないのっていう、大丈夫じゃないの、はるさんどうなのっていうところはないと思います。伊手さん、はい。この間ニューヨークでも100年ぶり200年ぶり。 200年ぶりうんに地震があったじゃないですか。ねで、もう日本各地でもね、いろんなところで地震が起こってますけど、沖縄でもね、津波がとか。あったりとかなんですけど、日本国内で安全な県ってあるのかな？ああ。まずその前にね、そのニューヨークの地震自体は、あれは、本当の地震じゃなくて、おそらく核兵器の実験か、何かの想像ですよ、皆さん。最近さ、すごいありがたいことでたくさんの方がね、来ていただいてるんですよ。でも僕がね、たまに動画で想像って言うと、なんだよ、霊能者とか言って、想像でもないってんのかよって人いますけど、皆さん、察してくださいよ。ここでいろんなことをね、はっきりこうだって断言しちゃうと、動画自体なくなっちゃう可能性があるので、僕が想像っていう時は、そういうことなんですよ。想像なんですよ。いろいろと想像なんですよ。でも、これだけはっきり言ってきますよ。想像では物は言いません。核兵器か何かの、余波で起きたと思う。というのは、起きづらいところなんですよ、ニューヨークって。だって200年ぶりですからね。建物見ても、地震が起きたら崩れるような建物ですよ。もともとが。石造り。僕らも行ってるからわかりますけど。だから逆に言うと、まあそういう実験であってほしいなっていうのもある。願いを込めて。ハープとかね、人工地震のね、可能性もあるわけですよ。その時ちょうど大きなね、会議が開かれてたっていうのもね、ありますしね。そうやって考えていくとね、すべての地震が、自然地震じゃない、特に今の時代はね、今年なんてすごく選挙の多い年ですし、世界がすごく変わっていく時期なんで、まあ、そういうことも考えられるかなと思ったりしますが、ただね、こういう、じゃああっちこっちで核実験するとか、人工地震のそういうね、パルス使うとかっていうのもあるんですが、同時にそれが起こしすぎて、断層がずれてしまって、起きてる本当の地震ってのも日本は多いと思うんですね。千葉の地震とかね。あっちこっちで、ここで地震起きるのっていうのあるよね。で、沖縄のさっき話もありましたが、沖縄実は昔津波あるね。あ、そうなんだ。沖縄って地震がないところだとみんな思ってますけども、実は沖縄っていうのは、歴史上、大きい地震も来てるし、大きな津波も来てます。沖縄の、いわゆる南西諸島の下には、3つの、活断層があるので、普通に、地震はあるんですよ。ただ少ないだけで、活断層的にも、交差してるところの方に琉球、沖縄があるわけじゃないので。確かに琉球海溝でしたっけ？琉球海溝もあるし、フィリピンの方にもあるし、いくつかあるんですよ。まあ日本海溝もその先にあるしね。まあ沖縄県はね、僕が見てる感じでは、沖縄の皆さん安心してください。これ以上大きいのはないと思います。しばらくはね。ただ、日本列島は各あっちこっちね、やはり活断層がずれちゃって、まあ震度5ぐらいの地震っていうのは起きやすくなったかなっていう気はしますね。まあそんな中でも、じゃあどこに行けば安心なんだよと。ただ、まあ、震度5でね、大都会だと、まあ一応地震のインフラっていうのは、それなりに、整備はね。私たちね、2011年もそうですし、その前の阪神もそうですけども、経験してますから、それなりにやってますけども、ここの県は来ないんじゃないのっていう、大丈夫じゃないの、はるさんどうなのっていうところ、ない？北海道とか。北海道来るんですね。奥尻の地震がありましたね。火山もあるしね。山がないところってこと？そういうことじゃない。どちらかというとね、海溝ですね。日本海側が一応少ないと言われてはいるんですよ。なるほど。だからもう金沢能登の時にどうなのかなっていうことを言ったの。そういうふうに考えると福井とかね。あと山陰、鳥取、島根はないと思います。少ないと思います。なるほど。
より例えば太平洋側の方で今いっぱい起きてるので、こっち側で起きるってことは、ここの方に、太平洋側の方に力が全部行くので、日本海側のは少なくなるんですよね。だから、金沢の地震はそういう意味では不自然よ、僕の中では。両方で起きるってことはあんまないので、山に隔たれて、両方っていうのは。台湾の地震も不自然？そうですね。台湾に関しては、まあ、いつか話しますけど、僕は岸田政権がいろいろと、ね、やり方間違えちゃって、変なところに台湾巻き込まれたかなっていう気はしますよね。まあ、脅しもありますよね。そういう意味ではね、いろんな意味ではね。でも、福井ってほら、新幹線。そうですね、開通しましたね。開通したしね。そういう意味では、鳥取も島根もね、山陰も、あれですよ。もっと脚光浴びてもいい。じゃあ、春さんの中では、この日本列島の中で、一番安全かなみたいなとこ、安全なところってはもちろんないとは思うんですけど。自信はないと思います。起きづらい。まあ、もっと下に行くと、阿蘇とか火山もあるでしょまだ。そういうとこもあるけど、僕は日本海側は安全じゃないかなっていうふうに見てる。でも鳥取とかね、その安全とか言われても、そこに移住とかできないからね、どうすればいいんですかね。なかなか移住できませんからね。ただ、まあ、鳥取県とか島根県の方は求めてると思いますよ。ぜひ我が県へ。そりゃそうですよね。10月には神様全部集まりますから来てくださいね。でもほら、これ偶然だけど、前回の動画の時も話したけど、ユイガール始まるじゃん。FM サインさんがね、6月から。なんか夜の時間帯になったみたいよ。あ、そうなんですか？朝じゃなかったんですか？朝から夜になんか変わったみたいですね。どっちの方が聞いてるんだろうね、皆さん。夜の方が聞いてるらしいです。そうかな。じゃあ、たくさんの方に聞いていただけると嬉しいです。あなたたちもそういう意味ではなんか追っかけてるよね、いろいろトレンドをね。たまたまですけどね、ご縁がありますね。でもほら、岩手に行って、山陰に行ってて不思議だよね。不思議ですね。もしかしたら僕らもそういう、なんていうかな、島根こういうとこですよ、鳥取こういうとこですよっていうふうに、メッセージをね、紹介していくっていう役割があって、そういう番組いただいてる可能性ありますよね。そうですね。確かに。ありがたいですね。誰にも言ったことないんだけども、あやねさんが、小学生だったかなの時に、一時期ね、ガールズコレクションあったでしょ？東京ガールズコレクションってあって、それが、まあ、あっちこっちのガールズコレクションがあってね、鳥取のガールズコレクションに、実は出る予定だったの。はい、そうだったんですか？覚えてないでしょ？全然覚えてないです。もう出る予定があって、小学生ジュニア枠で出るっていう話があって、私たちわざわざ鳥取のガールズコレクションまで行ったのよ。私も？はい、行ってますよ。鳥取行ったことあるんですか？行ってます。いた。そのガールズコレクションの監督、舞台監督さんと一緒に行きました、みんな。で、舞台監督さんがあやねさんを推薦してた。でも最終的にはちょっと遠いねってことと、あやねが、いや、ちょっと歩く練習もしたんですよ。なんかもう思い出した。ウォーキングの、一応ね、SMA、ソニーミュージックアーティストの、なんか宣材写真も撮りましたよね。一応タレントだったんです。懐かしい。だけど本人がもう途中で嫌だっていう。無理っていう感じがね、多分あったんだ。いっぱいいろいろ出たよ、オーディションも。それこそ大悟さんのね、オーディションとか、CM。そうだったっけ？よく覚えてるね。覚えるでしょだって、結構、いろいろ話があったのよ。だけど、私が考えてるのと違うって言われたから、全部お断りしたんですよ。へえ、そうなんだ。生意気だね。いや。違う、ほら、緊張して、もうほんと気持ち悪いっていう感じでオーディションも受けてるから、もう嫌だみたいな。一番最初にテレビ関係に行ったのが、ヘイヘイヘイのフジテレビの大きいところだったから、イメージがなんか。イメージがちょっとよく、まあ、ヘイヘイヘイはいいんですけど、番組は大きいんですよ。スタジオのね、殺伐とした雰囲気が多分私のね、小さい頃には結構衝撃的だったんだでもソニーの担当者も、これは大型新人になるぞって燃えて。大型すぎましたね、名前に。いっぱい全部いろんなところに声かけて、どんどんオーディション出してって、ガールズコレクションも決まったんですかとかやってたんだけど、私はもうい
それを覚えてもないっていうのがね。静かに生きるとかっていう。小学生でそういうこと言うなと思って。あ、じゃあ行ってはいるのね、一度ね。そうなんだね。記憶にないな、もう。結構ね、静かな街だったな。でも人口結構あったよ。若い人たちも多かったしね。まあ、ガールズコレクションだったからかな。松岡翼さんとかで来てたね。そう、あの頃ね、やっぱそういうコレクションがすごい、もう全盛期でしたからね。翼さんが、もう一番活躍してた時代ですよね。だからゲストで来て、パッと出て、パッといなくなっちゃった。で、アイナさんが言ったのは、売れてるってすごいね。もうなんかすごい小学生だね。まあ自信からね、こういう娘のね、娘が可愛いトークになっちゃいましたけどね。ぜひね、そういう意味ではね、いろんなところの件ね、紹介していきたいよね。そうだね、確かに。まあ地震はね、対策していけば問題ないし、じゃあ、はるさん実際大きい地震日本に来るかっていうと、僕は来ないと言ってるので、そこは安心していただきたいですが、ただ金沢のこのようにインフラの厳しいところでね、ああいうことが起きるとやっぱりきついのはきついので、簡単なことは言えませんが、私は基本的に日本海側は安全だというふうに思ってますので、ぜひこれね、参考にしていただいてね。で私たちもね、外ロケをそろそろね、そうですね。スタッフでお願いしてるんですけどね、なかなかね、弁当代が出ませんってついてきてこれないんですよ。で、弁当ぐらい自分たちおにぎり握ってね、持っていきますんでね、やりたいね。そうね。欧州市も行きたいね。行きたいね。どんなところで育ったのかなとかね。行ってみたいです。福井県も島根県もね、それこそ私たちちょっとそういう霊世界の話もするから、出雲大社にお参りとかね。行ってみたいですね。そのお参りの仕方とか作法とか、そういう動画も撮りたいよね。はい。というわけで、福井と、それから島根。がより安全ではないかという。より安全ではないかと、鳥取もね、含めてそういう結論が出ました。